おやすみ。もうあかんわ俺もうあかんわ。あとは頼んだしんちゃんだけど。ですね、今日はついに待望のフローリング張りということで。そうなんです、フローリングです。床がきちっとする。とりあえず今日はね、しんちゃんがね、何種類かな、1、2、3、4、5、6種類のフローリングを適当に買いまくりました。何してんねん適当ってそういう意味ちゃうから。適当なものを選んだってこと、ね、選んだよってこと。箱いっぱい積んでるなと思ったよ。で、まあ、いろんな色があるから、それでみんなで選びたいんやろ。そう、みんなで選びたい。いいじゃん。寂しいよね。じゃあ、いいよ。早速、じゃあしんちゃんに1個ずつ持ってきてもらおうか。はい、お願いします。お願いします。はい、皆さん、しんちゃんのラインナップ揃い踏みでございます。揃いましたね。みんなの投票タイムでしょうか。はいはいはい。投票ね。はい。もう僕は第一印象で決まってますから。ちょっとむずいな。もう出てきた瞬間にこれやってなりました。床は第一印象で。来てる。いや、なんだ。来てる。俺も決まった。しんちゃんは決まった。じゃあ行くよ。指さす形。一斉のせいにしようか。一斉のせって感じ。一斉のせでいい。はい。わかりました。一斉のせいってちょっと古い。一斉のでいいんじゃないですか。そんな変わらんよ。そんな変わる時代。じゃあ行きましょう。はい。一斉のででん。おおこれやんな。俺もこれと思った。フローリングを貼る前に掃除をしていきましょう。今回の動画は長めになっているので、コメント欄に施工の項目を時系列で記載しております。青字部分をクリックするとその時点に飛ぶことができます。ご利用ください。次は遮音シートを貼っています。僕らの場合、2階からの音が1階に極力聞こえてほしくないので使っていますが、本来の施工はフローリングと合板を接着剤でくっつけることが多いため、遮音シートは貼らなくていいと思います。今日中にフローリングを貼ってしまおうとみんなで言っていた矢先、早くも幼児が睡魔に襲われ始めました。この現象を僕らは睡マックスと呼んでます。眠い。こっちからやっていくか。じゃあここで終わったらやばい。おやすみ。もうあかんわ俺もうあかんわ。あとは頼んだしんちゃんだけど。幼児埴輪みたいな顔になってる。だってまだ何時よ。まだ朝の5時44分。ゆうちゃんまだっていう時間じゃない。朝の3時に起きて言うならわかるけどさ。一睡もしてへんけどさ、まだ5時44分。いやスタミナの化け物やな。今回使用しているフローリングはアートクチュールソンという防音フロアです。汚れや擦り傷にも強いのが特徴です。犬のヒノキのおしっこ対策や、しんちゃんがよくご飯をこぼすのでこのフローリングにしました。そして僕たちは今割り付けについて話し合っています。どこにどのフローリングをどれくらいの長さで貼るのかをあらかじめ決めておかなければなりません。割り付けに失敗するとこのように最後の列が極端に細くなってしまい、このサイズに切るのが難しかったり、見た目も美しくない状態になってしまいます。僕たちは割り付けの計算を間違えるかもしれないので、一旦仮置きをしていっています。またこのフローリングには木目がくっきり見えているので、それぞれの木の模様が合うように設置しなければ全体の模様がいびつなものになってしまいます。調べながらいろいろやってるんですけどね。とにかく初めての DIY は不安との戦いです。もう出るからね。ちょっとガラガラで合ってない気がしてる。これには1時間かかるのに先生、ちょっと時間かけすぎる気がする。マジでな。それは分かる。
それ分かる。それも分かるんだよ。いやー、丁寧に施工するには時間はかかりますね。でも仮置きしてみて気づいたこともあります。部屋の長手方向に沿ってフローリングを張ることでフローリングのラインが長く見え、部屋がより広く見えます。また一般的な張り方に定着張り、段張り、斜め張りとありますが、規則性のない木目のフローリングなので規則性のない段張りがより美しく見えました。僕らは不安なので仮置きをしましたが、とはいえ仮置きでさえ結構大変なのでしなくていいかもしれません。仮置きがある程度できたので次は釘を打ち込んでいきます。もう一度1列目に戻りましょう。もうね、目が魚になってる、二人とも。これやりきるのはちょっと無理やろな。今、不眠不休でやり続け、この状態です。何が進んだって感じじゃない。フローそのシーンあったよね。よじ、はい。大丈夫？めっちゃ疲れた。もう朝や、ほぼ。ほら、もう日焼けたね。やらな。やるか。ちょっと朝ごはん買ってきていい？疲れてきたから。みんなのためにも。いいよ。うん、みんな疲れてるから、俺がちょっと買ってくるわ。いいよ、いいよ。うん。行ってくるわ。見てください。よし、お前何してんの？朝ごはん食べてんね。いや、お前、その手に持ってんの何？ラガービールです。言うだろ。いや、よしがビール飲んでる、朝から。何しビール？飲むか？お前ビール飲んでんの？お前こっち頑張ってんのに。それはないやろ。飲む？いや、飲むちゃうやろ。ありえへんやろ。カップラーメン食っとるし。もうええって。いや、うまかったな。もう大変やのに。言うたろ、ひお前もげまで生えてんで。お前知らんわ、俺もうええわ。もうええ。うちどうするの？今日はやめる。今日はやめや。今日やめるって言ってめっちゃ中途半端やチームワークもクソもないからな。もうしゃあない、これは。チームワークもクソもないのか。どこ行くん言うたろ。俺もちょっと外行ってくる。外行くん寒いのにマジで。言うたろ。言うたろ。でも終わらんで。マジで。俺やるって。明日でいいよ。明後日でもええも言うたらマジマジマジで。しんちゃん来て。なんか言うたら怒って出てった。そう。見て、幼児がこれ幼児が朝飯買ってくれって言ってさ、ビール飲んでたから。幼児マジで切れた。どうしよう、それどうしよう。でもゆうちゃん散歩行ったって追いかけていかな。心配やん、そんな。結構寒いね今。寒いしさ、怒ってるしさ。幼児ちょっと幼児行くよ。謝んな。うん、謝った方がいいよ。分かった。行こうか。行こうか。どこ行ったんです？海ちゃう？どこ行ったよ。めっちゃ怒ってないだろ。多分怒ってるやろあれは。そんな怒ってた。分かれへんわ。一人でずっとやっとったからな。あれを。作業。俺があれ、それ怒るか。怒るよ。逆の立場でも怒るわ。見てあれ。ほらちゃうやろ。全然ちゃう。
ちゃうやんちゃうか。おらんな。おらへんおらへんわ。ここがいつもたまり場だよね、俺たちの。黄昏ポイントやろ。全然来てへん次行こう。ここにもおる。ほらね。すみません。遊具の裏か見てみよう。おらんかったわ。滑れたら。はい、どうしようか。もうそろそろ。普通におらんかったらもう帰っとるかもね。来て見えない。どこあそこ見て。おっとやばい。見てる。ちょっと行こうか。知らない。おるぞ。ちょっと待って。言うたろ。おお。お前どうした。たまにはな息抜きも必要や。ゆうたろうやったなお前。なんで来たなんで来た見て手元見て。ああマジで必要やでな。息抜きいるよ。うまい。ちょっと待ってちょっと待っとけ。ちょっと待ってあいつなんだ。これ俺ビスがいい。よっしゃじゃあ2日目頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。もう頑張ろう。乾杯。美味しい？めっちゃうまい。めちゃくちゃうまいやこれ。美味しいやん。気合を入れ直して2日目、フローリング施工を進めていきましょう。このフローリング張りの、最も重要と言っていいところが1列目なんですよ。1列目はなんていうの、壁に沿ってこう当てて、打っていくと、その壁っていうのはこうたわんでたり、へこんでたりするのでフリクがあるんですよ。なので基準線っていうのを、墨出ししてるんですけど、それに合わせて打っていかないといけないんですよ。1列目の壁に当たるサネはカッターで切っておきましょう。フローリングには尾ザネと目ザネがついており、それらを組み合わせて施工します。これで1列目の基準ができたので、ようやく打ち込んでいきましょう。今回打ち込んでいくフロア釘はこちら。先端がネジのように螺旋状になっています。このように当て木を当ててはめ込み、釘は尾ザネに対して45度程度角度をつけて打ち込みます。最後はフロアを傷つけないようにポンチを使用していきます。一般的にはボンドで施工することも多いのですが、その時はウレタンボンドを使用しましょう。よくある間違いは水性の木工用ボンドを使用してしまうことですが、乾燥した後にパリパリになってしまい、床鳴りの原因になってしまいます。ここのフローリングの端っこの部分なんですけど、ここを、ちょっと余るので切らないといけないですね。でこの部分をシンプルにこの並びでここに線を引いて切ってしまうとダメなんですよ。なんでかというと、ここのオスザネがここで切ってしまうとなくなってしまうので、こういうふうに裏を返してこっち側で切るようにしましょう。そうすると、こっち側のオスザネが残ったままこのようにピタッと、入れることができます。ここはちょっと注意点なので気をつけてください。フローリングの切断はスライド式丸ノコでやるのがベストですが、ない場合は普通の丸ノコやノコギリでも切断可能です。そしていつも僕たちの目の前にこの柱が立ちはだかります。やらかしたなこれ。やらかしようちゃん。これまあでもね、使えるからまだこっちとこっちは。どうやって切った？何これ？やらかしてるよ。気づいてるもん。ほんまミスるな。ほんまにちょっとマルチツールがこうサッていってしまう。マルチツールでしかもいやじゃあそのこうずってずれるやん、マルチツールって、あいつずれるんよ。昔からめっちゃずれるわ。話がずれてんねん。
これでも使えるから、ここ切ってここ切ってこっちとこっちで使えるから、大丈夫大丈夫。開き直ってる。最後はもうガンガン打ちまくるだけ、どんどんやっていきましょう。はい、じゃあこれが最後の1枚です。もともとは和室と洋室の2つの部屋の壁を解体し、壁作り、床のレベル調整をしてやっと設置したフローリング。12畳ほどですが、初めて作った部屋なので感無量です。はいはい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。終わりました。どうですか？最高でしたね。最高。今までの施工の中で一番楽しかった俺は。やっとね、出来上がったね、一部屋。出来上がりました。これはもうほぼ嫌な生活だよね。こんな部屋に住んだことないもんね。ないない。サラサラよ床が。寝っ転がってみたら？夏にこうやってね。あ、わかるわかる。夏こうやって。それで寝ちゃいかんと思ってもね、でも、あーってなる。これでね、寝室っていう一応予定ですから、そうやね。また進化していくけどね。どうなるかわからないんで、あと2階はもう1個大きい部屋があるんでね、ちょっとどうなるか楽しみにしていただければなと思います。はい。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ひなき。ひなきどうだ？どうぞ。ひなきやったな。ひなき、これがよく張ってから。これがよく張ってから。じゃあバイバーイ。